にちは。日本語クラブポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは中級者から上級者の皆さんを対象に日本語や日本文化や習慣、最近のニュース、そして私自身の体験談など楽しく学べるコンテンツをお届けします。このポッドキャストでは自然なスピードで語彙コントロールをせずにお話しします。日本語の勉強を始めたばかりの方や初級者の皆さんも日本語の音に耳を鳴らすためにぜひ聞いてみてください。今回のテーマは大寒です。大寒は1年で最も寒い時期と言われています。この季節特有の日本の文化や言葉についてお話ししていきますので、ぜひ最後までお聞きください。大寒は二十四節気の一つで、1月20日頃から2月3日までの期間のことです。二十四節気は日本や中国の伝統的な暦の一つで、1年を24の期間に分けたものです。この中で大寒は1年で最も寒くなる時期を指しています。寒い中での風物詩として、例えば寒中水泳や寒餅作りといった行事もあります。また、寒中見舞いという手紙を送る習慣もこの時期ならではのものです。こうした風習からもこの時期が特別だとわかりますよね。では、ここで寒い季節ならではの日本語をご紹介します。まず一つ目は、つららです。つららは屋根の雪が溶けて、その水が軒下に落ちるときに凍った氷の柱です。二つ目は、霜です。霜は冬の朝、地面や車のフロントガラスで見られる白い雪の結晶です。朝この霜を見ると、ああ、冬だなぁと実感しますね。三つ目は、氷瀑です。氷瀑は凍った滝のことを言います。氷の彫刻のようで、特に寒い地域で見ることができます。四つ目は雪化粧です。雪が降り積もってまるで化粧でもしたように真っ白になり、いかにも冬らしくなる様子を表す言葉です。日本語には雪が降る様子を表すオノマトペもあります。いくつか例を挙げてみますね。一つ目はしんしんです。静かに降る雪を表現した音です。雪がしんしんと降ると言います。しんは音がしない静かな様子を表します。音がしないのに音を表すのは日本人らしいですね。二つ目はチラチラです。小さいものが飛び散る様子を表現した言葉です。雪がチラチラ舞い始めると言います。三つ目はドカ雪です。短時間にたくさんの雪が降り積もる様子を表す言葉です。例えば、昨日はドカ雪が降ったから雪かきが大変だ、などと言います。ドカはたくさん、それも並外れた量を表す言葉です。雪以外にも短時間でたくさんの量を食べる様子をドカ食いをするとも言います。さて、この大寒の時期、寒さは厳しいですが、日本ならではの過ごし方をご紹介します。日本の冬の代表的な暖房器具といえばこたつですね。こたつはテーブルの下にヒーターがついていて、その上に布団をかけて使います。こたつに入って温まりながらみかんを食べたり、テレビを見たりするのは多くの日本人にとって冬の楽しみの一つです。そして寒い時期に食べる鍋料理も定番です。白菜や大根、きのこなどの野菜と一緒に魚やお肉をだし汁で煮込んで作る鍋は体を内側から温めてくれます。家族や友達と鍋を囲む時間は寒い冬の心温まるひとときですね。日本の鍋料理はたくさんの種類があるので、また次回のポッドキャストでお話ししたいと思います。また、冬ならではの楽しみとして温泉も人気です。外は雪景色でも暖かい温泉に浸かることでリラックスできます。
特に雪見露天風呂は冬だからこそ楽しめる贅沢な体験です。そして長野県の地獄谷野猿公園というところでは、この冬の時期は雪化粧した山々を背景に温泉に入ったお猿さんたちを見ることができます。この風景は日本ならではですね。今日は大寒と寒い季節ならではの日本語をお話ししましたが、いかがでしたか？皆さんの国や地域には寒い季節ならではの美しい言葉や習慣がありますか？どんな風景や文化があるのかぜひ教えてください。寒い時期は体が冷えやすいので暖かくして過ごしてくださいね。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。